僕が今回すごくちょっと、英語で言うとエポックメイキング的な状況だと思ってるのが、日本語で言うとなんていうの？状況が変わる分水嶺であると思ったのは、大メディア、マスメディア、新聞、テレビ局というのは、すべて斉藤元知事は良くない人だよねという印象を流しました。で、新聞、テレビ局の情報を信じる人というのが、その通りに動くかというと、そうでもなかった。結果として、マスメディアの情報を信じる層というのが、有権者の割合の中で、だいぶ減ったっていうのが、あれこれ、ひょっとして世の中、結構みんな賢くなってるんじゃねっていうのが僕の中でちょっと良いことなんじゃないかと思うんですよね。新聞マスメディアも、斉藤さんがパワハラをしたよね。しましたとか、何らかしらの職務でおねだりをしましたとは言ってないんですよ。おねだりをしたという噂がありますとか、パワハラをしているような伝聞がありますみたいなイメージをずっと植え付けるっていうのをやってたんですよ。で、多くの人間っていうのはイメージによって結構自分の考えっていうのが左右されるので、イメージで左右されるのかなーって思ってたんですよね。でもそうでもなかったっていうのが割と僕の中では結構、面白いなと思って、オールドメディアを信じない層が増えたっていう。だからそこでいくとね、社会は結構良くなってるのかなというのと、あとね、10年後ぐらいに評価されるかもしれないんですけど、リハックがあることが結構社会にとって良かったのではないかっていう。討論会の時に、じゃあ斉藤知事って別に弱音も吐かないし、恨み事も言わないし、淡々と自分のその政策こういうことやってましたよっていうのとか、あと斉藤知事の対談とリハックの高橋 P の対談っていうのをやって、その前に奥村さんだっけ？百条委員会をやっていた人の両方の話を載せるっていうのをやってて、事実はどうなのかというのを一般大衆でも判断できる情報を客観情報として出すっていうのをやったんですよ。なので、高橋さんってサイコパスなので、実は兵庫県とか全く興味ないんですよね。なので、奥村さんが言ってるんだったら、奥村さんこういうことを言ってます。で、奥村さんが言ってることの証拠はこれですね。奥谷さん、ごめんなさい。奥谷さんが言ってることはこれですよね。これですよねっていうのを出しますと。で、斉藤知事の方でも斉藤知事はこう言っていますと。で、奥谷さんはこう言ってます。なので、どういう意味ですかみたいなのを客観的に出しますっていうのをひたすらやっていて、何が正しいとかというイメージを与えない。なぜなら与えられないからっていう。高橋さん基本的にはサイコパスなんで、本当に他人に対する思い入れがなくて興味もないので、百条委員会委員長奥谷さんはこのように言っています。で、斉藤元知事はこのように言っています。確定した事実はこれです。この中で皆さんが判断して投票してくださいっていうのを僕が知る限りリハックしかやれなかったんですよ。テレビとかマスメディアというのは中立性の法則というのを維持しなければならないと法律上なっていて、なので討論会がもうできなくなったんですよね。討論会をやろうとすると候補者全員呼ばなければ中立とは言えないよね。中立公正とは言えないよねというふうに思い込んでいるので、なので全員出ないんだったら討論会をやらないっていうのがテレビとか新聞というのをやっちゃうんですよ。でもリハックの場合は全員に声をかけたので、来なかったやつは来なかったやつでそいつの責任である。だから来たやつだけでやりますっていうのを割とやったんですよね。なのでこれが衆院選の時から結構やってたんですけど、っていうのがリハックはできるので、結果として斉藤さんの時も斉藤さんが言いたいことをちゃんと言っていて、候補者もちゃんと言っているっていうことができたので、なのでそのテレビ番組とかラジオとか新聞がそれを一切やらなくなってしまったので、そういう意味でいくと割とリハックが社会に対して良い影響を与えているというのは多分5年後、10年後ぐらいに評価されるんじゃないかなっていうふうに思いますね。テレビ新聞もね、効率中制をね、押し切ろうとしているけども、結果として押し切れなくなってしまったっていう部分があると思うんですよね。なので、結局効率中制というのができない以上は、じゃあできる範囲内でやります、努力しますっていうのと、あと色をつけないというこだわりができるかどうかなんですよね。多くのメディアを運営する人とか、多くのメディアで働いてる人って、やっぱりその思い入れというのができてしまうんですよ。例えばじゃあ、この人は弱者だよね。だからこの弱者を助けたいよねとか、例えばじゃあ、教育に関して予算を使ってもらいたいと思ってる人であれば、教育に予算を使う政治家はやっぱり押した感じの報道になってしまうし、高齢者が幸せになってもらいたいよねと思う人だったら、高齢者を押した評価の記事だったり、新聞だったり、動画の作り方になってしまうんですけど、そこで金儲け以外に全く興味ないっす。社会とかどうでもいいっすっていうサイコパスが政治メディアをやると、ひたすら中立を追求するんですよね。で、別に来ないやつは来ないでいいわ、やるわっていうので、この人は絶対来てほしいよねって推しがあると、その人が来なかった時にリスケとかやっちゃうんですよ。わかりやすく言うと、八王子の衆院選の時に、萩生田さんを推してますっていう時に、萩生田さんが出れるスケジュールで討論会を企画しちゃったりするんですよ。
で、もしくは立憲民主党の有田さんを出したいっていう時は、有田さんの OK なスケジュールで討論会を企画しちゃったりするんですけど、サイコパス高橋さんの場合は、勝手にスケジュール決めて、有田さんも萩生田さんも両方出れないっていう時に始めちゃうんですよ。いや、どっちか出せよ、みたいな。いや、なんか一応八王子市は自民党萩生田さんと立憲民主党有田さんの1対1の戦いになると言われていて、一騎打ちなんだから、どっちか出る時の討論会をやった方が、それは再生数伸びるよね、なんだけど、両方出ないで討論会をやるっていう、なんだその討論会っていう、取れ高的な数字がまるで意味のないことをやるんですよ。というので、頭おかしいね、サイコパスはっていうのがあるんですけど、そういうサイコパス性のおかげで、出る人が出るときに面白いものが見れるっていうのをやれるっていうのがあるんじゃないかなと思います。今回の斉藤知事が勝ったことに関して、NHK と立花さんがどういう思惑だったのかっていうのも、割と僕は結構疑問で、本当に応援したかったのか、褒め殺しなのかが、未だにわからないんですよね。立花さんが応援してるから、斉藤さんは危ないよねっていう層がやっぱりいるんですよ。で、ただ、立花さんが言うことによって、事実はこうなんだと思う有権者もいるんですよ。だから、本当に斉藤さんを応援したかったのか、足を引っ張りたかったのかっていうのが、僕、未だに答えがわからなくて、だから、立花さんの目立ちたいだけ、これのパターンなのかな、売名っていうパターンなのかなっていうのがね、よくわかんないんですよ。実験しちゃったのも、注目集めのこの、プラスなのかわかんないですけど、ひょっとして立花さんがいなかった方が、よっぽどみんな素直に信じたのかなっていう気がするんですけど、よくわかんないですよね。立花さんのおかげで、要は立花さんがいろんな情報を出したからプラスになったっていう考え方もあるし、立花さんが足を引っ張ったって話をするから、ちょっとね、答えがわかんないんですよ。ちょっとね、いまいちだから僕評価しきれないんですよ。プラスなのかマイナスなのかがよくわからないっていう。ただ斉藤さんが言えないようなことも割と言っていたっていうのがあって、で、今回面白いなと思ったのが、なんか市民30人ぐらいが候補者の稲村さんを応援するみたいなのやったんですよね。市長の会みたいなのが斉藤知事なんか稲村さんを応援しますみたいな。公職選挙法というのは職業による立場を使って応援することは違法であるっていうのがあるんですよ。小池都知事の会見とかでもあったんですけど、小池都知事が都知事として会見をするときに都民ファーストの議員を推してはならないというのがあるんですよ。自民党の総理大臣だとしても選挙では自民党をお願いしますとかっていうのは首相官邸とかの記者会見では絶対言わないんですよ。そうじゃない平場の選挙活動とかで街頭演説とかで自民党の総裁です何々ですお願いしますとか全然やるんですけど、少なくとも総理大臣としての記者会見であるとか立場を使って物事を言うときにはやらないというルールがあるんですよ。なので市長一人一人が稲村さんっていう候補のとこ行って応援するは全然合法なんですけど、市長22人として稲村さんを応援しますっていう市長の会として発言するって、これ市長の会なんだから市長の立場使ってるよね。これ公職選挙法違反じゃないのっていうふうに僕は思うんですよ。僕別に弁護士でもないし法律家でもないからもちろん間違えてるかもしれないんですけど、少なくとも市長という役職立場を使わなかったら市長会というのは存在しないんですよ。で、市長会の中の総意ですって言った時点でそれは市長という役職を使った応援だよねっていう。だからあれはね、本来僕は公職選挙法違反になるんじゃないかなと思ってるんですよね。29市、じゃあ7市の人は応援しなかったんだ。いやー、だからね、不思議なんだよね。で、結局県知事がやったことっていうのは、職員を敵に回すを結構やったっぽいんですよね。職員を喜ぶようなことをやり続けるというのを増税しますとか、給料減らしませんっていうのをやり続けると、職員大喜びなんですよ。で、職員の天下り先を増やす。例えば、小池都知事の場合って、神宮前の三井不動産かなんかに仕事を頼んで、で、そこの中で三井不動産かなんかに確か職員が何人か天下りしてるんですよね。っていう感じで、職員を幸せにすると職員は応援してくれるんですよ。で、そこのじゃあ職員を幸せにするっていうのは神宮前の利権というのをじゃあ三井不動産にあげます。だからそこで職員を何人か天下りさせてくださいみたいなのをぐるぐる回すっていうのをやると、やっぱり職員から人気が出るんですよ。なので国民、市民に向き合う、県民に向き合うというのをやるためには、必ず職員からは嫌われなければならないんですよ。みんな仲良くできたらいいよねっていう綺麗事は確かにそうだよねっていう話なんですけど、職員から嫌われないということは、国民、県民、府民、市民が損をするということなんですよ。
金稼ぎとは別で、例えば企業の場合って、めちゃくちゃ優秀なやつがめちゃくちゃ金稼いで、お客さんも喜ぶし、職員も喜ぶしっていう、プラスにすることが可能なんですよ。要は全員幸せっていうパターンね。なぜなら外国からバンバン金稼いで、一般スタッフの給料も上げて、で、そこのなんかサービスを使ってるお客さんも喜んでもらえるって、三者幸せは可能なんですけど、政治は不可能なんですよ。政治のお金というのは、基本的に市民、府民、国民から奪い取るしかないんですよ。税金という形で。なので、国民から税金を奪っといて、それを職員にばらまく。もしくは、そちら超公共団体としていろんなところにばらまくとか、インフラを作るとかってあるんですけど、なので、その職員を幸せにするのか、市民を幸せにするのかというのは、結局どちらかのバランスを取らなきゃいけないんですよ。なので、市民を不幸にするというのをやらない限り、やっぱり国民を幸せにするはできないんですよね。だからこの僕の放送の前、リハックの減税日本の河村さんの話出たって言ったんですけど、河村さんの場合は、名古屋市民を減税して幸せにするために、名古屋市の市役所の給料を下げるっていうのをやったんですよ。それは職員に嫌われますよね。給料下がるんだもん。職員は今までと全く同じ仕事をしてるんですよ。でも全く同じことをしてるのに、給料 10% オフって言ったら、マジこいつクビにしたいってなるじゃないですか。だから、いろんな議員に働きかけて、河村ってやつはひどいやつだって言って、じゃあクビにしようっていうので、職員が全力でそれを応援するんですよ。河村っていうやつを辞職させろみたいなことやったりっていうのは、やっぱりそうなるんですよ。それは市民を幸せにするためには職員の給料を下げるってやらなきゃいけないから。やっぱりみんなが幸せはできない以上、兵庫県に関していくと、兵庫県の職員からめちゃくちゃ嫌われてるんですよ、斉藤さん。パワハラの噂を聞いたことあるみたいなのが、確かアンケートを取ったら、7割、8割とかあったんですよね。で、7割、8割が、パワハラの噂を聞いたことあるというのを言ってにもかかわらず、その8割から、パワハラの証拠出てこなかったんですよ。噂を聞いたことがあると言って、斉藤知事を追い落としたいけど、実際にパワハラの証拠ありますかって100条委員会で聞かれたら、証拠出すやつ一人もいないのよ。おい、なんだよ、7割、8割。聞いたやつに確認してこいよ、みたいな。っていうので、人に嫌われる人は良くないよねっていう考え方があるんですけど、みんながみんな幸せな方がいいよねっていうのは思って尊しっていうの日本人言いがちなんですけど、やっぱり物事を良くしていく人っていうのは必ずどこかで嫌われる部分っていうのがあると思うんですよね。っていうのを河村さんと斉藤さんっていうのは割とやった。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。